すぐ捨てろ。人生でいらない悪習慣参戦。毎日、当たり前のように繰り返しているその行動。実は、脳と人生を静かに腐らせている。努力しても結果が出ない。やる気が続かない。毎日がなぜか重たい。それは根性不足でも、才能の問題でもない。原因はもっと近くにある。無意識のうちに染み込んだ、目に見えない悪習慣。今回伝えるのは、今すぐ人生から切り捨てるべき、3つの悪習慣。しかもその中には、日本人のほとんどが無自覚にやっている。脳を腐らせる習慣中の習慣が含まれている。これを断つだけで、脳が済み、時間が増え、思考が研ぎ澄まされていく。成功したければ、何かを足すが、まず、やめろ。受け身の情報摂取、何気なく見ているテレビ、スクロールしてるネットニュース、SNS に流れてくる炎上ネタ。これらはすべて、受け身の情報摂取という名の思考破壊装置だ。テレビもネットも、こちらが求めていない情報を勝手に流し込んでくる。その多くは、不安や怒りや嫉妬を煽るだけのゴミ情報。芸能人の浮気、誰かの失言、どこかの国のトラブル。聞いても見ても、人生に何一つプラスにならない。重要なのは、情報そのものの内容ではない。それが自分で選んだものか、無意識に流されたものか。この違いが、脳の働きとメンタルに決定的な差を生む。受け身でインプットを続けると、思考は濁っていく。使いもしないアプリをスマホに大量に詰め込めば、動作が重くなる。それと同じように、使わない情報を詰め込むと、脳のパフォーマンスは確実に落ちる。しかも、それだけでは終わらない。こうした受け身の情報は、感情を確実にネガティブに染めていく。不安、怒り、絶望感、こういった感情が毎日少しずつ積み重なることで、潜在意識は知らぬ間に悪い現実を引き寄せ始める。ある時、X で流れてきたある YouTuber の炎上騒動が目に入った。普段ならスルーするようなニュースなのに、その時はなぜか気になって動画を見てしまった。コメント欄は荒れていた。甘えるな、ルールを調べてから頼めなどの批判から、かわいそう、そんなことで叩かないでなどの用語まで、感情が入り乱れていた。正直、どちらが正しいとか、そんなことはどうでもいい。問題なのは、その数分間で時間を失い、気分が沈んだという事実だ。脳は、感情に反応して潜在意識を書き換えていく。だから、ネガティブな感情を日常的に浴びていれば、思考の質も行動の質も、現実の質も、確実に下がっていく。テレビやニュースを眺めるだけで、気づかぬうちに、悪い現実がじわじわとあなたを蝕んでいく。しかもそれが毎日、何年も続いていたらどうなるか。感情はどんどん不安に支配され、無気力になり、人生そのものが停滞する。それが、テレビとスマホという習慣のトラップの正体だ。ニュースを見れば世界は不安定に移り、炎上を見れば他人が怖くなり、批判コメントを読めば自分の発信すら怖くなる。結果として、自分の行動が止まり、思考が閉じ、現実が動かなくなる。これは単なる情報の問題ではない。思考の汚染であり、感情の毒であり、人生の足かせだ。だからまず、テレビを捨てろ。ネットニュースから距離を取れ。自動再生される情報をやめ、自分で選んだインプットに切り替えろ。私自身、テレビをやめ、ニュースを見なくなってから、脳が澄んだ、時間が増えた、思考が研ぎ澄まされた。Amazon オーディブルを聞きながら、歩きながら、皿を洗いながらでも学習できるようになった。そして何より、意味のない不安が消えた。世界が大変だから不安になるんじゃない。世界が大変だという情報を毎日浴びてるから、不安になるんだ。不安な人は、まず自分の情報源を見直せ。気づかないうちに脳に毒を流し込んでるのは、自分自身かもしれない。受け身で流されるな。情報は、選べ。人生を取り戻したいなら、まず最初に、この受け身の情報摂取を捨てろ。快楽の依存。酒とタバコは、大人の娯楽だと勘違いしている人が多い。だが実際は、未来を食いつぶす合法の麻薬に過ぎない。一瞬の快楽は、必ずその裏で何かを奪っていく。健康、時間、金、思考、そして自制心、そのすべてが少しずつ確実に削られていく。まず金だ。仮に毎日たった500円の酒やタバコを消費していたとする。それを1ヶ月で1万5,000円、1年で18万円、20年続ければ360万円。しかもこれは最低ラインの話だ。金が増えれば酒のグレードが上がり、タバコの本数も増える。キャバクラやバーにはまれば、桁が一気に跳ね上がる。次に時間、酒を飲んでいる時間、酔いが覚めるまでの時間、タバコを吸って一息つくと言い訳して、何度も何度も時間を捨てる。だが一番の問題はその後だ。酒もタバコも、摂取後に脳のパフォーマンスを確実に下げる。思考が鈍り、意欲が消え、何もしたくなくなる。せっかく夜に自由な時間があっても、酒を飲んだ瞬間にその時間は無価値になる。本を読む予定も、副業を進めるはずだった作業も、全部後回しになる。翌朝、
自己嫌悪だけが残る。そして最も厄介なのが、マインドへの影響だ。酒とタバコが常習化してくると、快感を得るためのスイッチが全て楽な刺激に置き換わっていく。本来、目標を叶えることに喜びを感じていたはずの脳が、次第に努力を避けて、楽に快感を得ることばかりを求め始める。こうなったらもう、進化は止まる。意志ではなく習慣が人生を動かす以上、この楽に逃げる回路ができてしまえば、元に戻すのは簡単じゃない。依存とは、選択肢の消失だ。酒を飲まないと落ち着かない。タバコを吸わないと集中できない。そう思っている時点で、すでに脳は支配されている。それでもまだたしなむ程度ならいいだろうと思っているなら、よく考えろ。たしなむという言葉は、自分を甘やかすための便利なフィルターだ。毎日飲んでいる人にとっては、もはや習慣ではなく依存だ。もちろん、完全に禁止禁煙しろと言ってるわけじゃない。年に数回、友人と語り合いながら酒を飲む時間は、かけがえのないものだと思う。だが、今日も飲まなきゃやってられないと思う日が続いているなら、それはもう黄色信号どころか、赤だ。しかもこの依存の怖さはいつも緩やかに進行する。気づいた時にはないと不安になっている。その時、人は何をやるかではなく、何でごまかすかしか考えられなくなる。金も時間も意志力も本来は未来の自分を育てるために使うべき資源だ。だが酒とタバコに染まることで、その全てが現実逃避の燃料に変わる。逃げるための時間を前に進む力に変えろ。私自身、タバコは一切吸わないし、酒も数ヶ月に一度しか飲まない。それだけで生産性は桁違いに変わった。夜の時間が全部、自分の未来を作る時間に変わった。脳が澄んで、行動の質が上がり、疲れにくくなった。人生を壊すのは、いつだって小さな依存の積み重ねだ。楽を選び続ければ、いつかは何も選べなくなる。だからこそ、酒とタバコに癒しを求めるのは今すぐやめろ。そこに人生を変える価値は、1ミリもない。足し算思考、結果が出ない人ほど、何かを足そうとする。勉強が続かないなら、新しいノートを買う。やる気が出ないなら、モチベ動画を漁る。副業がうまくいかないなら、さらに別の副業を始める。その思考の癖こそが、成果を遠ざけている原因だ。何かを変えたいとき、多くの人はもっと頑張ろうという。でも、頑張る前にやるべきことがある。それは、余計なものを捨てるという選択だ。現代人の脳は、すでに限界まで詰め込まれている。やること、見ること、考えること、全部多すぎる。それなのに、そこにまた新しい習慣を足そうとするから、当然パンクする。私自身、昔は典型的な足し算思考だった。TikTok を始めたばかりの頃、動画を作る時間がなかった。だから寝る時間を削って深夜に作業していた。でも結果は出なかった。フォロワーは増えず、動画もバズらず、ただ疲れ果てていた。その時気づいた。今の生活に何かを足すんじゃない。何かを捨ててからじゃないと、何も変わらない。そこから生活を見直した。夜のスマホ時間を捨てた。無意味なネットサーフィンを捨てた。だらだらと付き合っていた人間関係も、潔く手放した。すると、急に時間が生まれた。朝、早起きして動画を作るようにした。結果、数週間で1万人以上のフォロワーが増えた。これは根性や才能の話じゃない。捨てるという選択をしただけだ。アップル創業者のスティーブ・ジョブズも同じことを言っていた。何をするかではなく、何をしないかを決めることが大事。彼がアップルに復帰した時、最初にやったのは製品数の削減だった。当時40種類以上あった商品を、たった4つにまで絞った。そして、その4つに全力を注いだ結果、iMac が生まれ、iPod が誕生し、iPhone が世界を変えた。つまり、引き算が未来を作ったということだ。何でもかんでもやろうとする人は、何一つ成し遂げられない。行動にはリソースが必要だ。時間、エネルギー、集中力、それらは限られている。だから成功者は、真っ先にやらないことを決める。この発想がなければ、いくら努力しても空回りする。やることを増やすな。まず、やめろ。その余白にこそ、本当に意味のある行動が入ってくる。頑張ってるのに報われないと悩んでいるなら、まずは問いを変えろ。自分は何をやめるべきか。この問いに答えるだけで、現実は一気に動き出す。引き算をしないまま足し算を続けるのは、満杯のコップに水を注ぎ続けるようなもの。溢れるか、倒れるかしかない。まず中身を減らせ。無駄なものを捨てろ。そして、本当に必要なものだけを入れろ。足し算思考は、現代人の罠だ。何かを足せば変われると思っている限り、現実は変わらない。やることではなく、やめることに意識を向けろ。それが、人生を進化させる唯一のルートだ。音声学習という最強のインプット習慣、悪習慣を捨てた後、空いた時間に何を入れるか。この選択で、1年後の現実は大きく変わる。その中でも、私が心の底から全員に勧めたいのが音声学習だ。なぜならこれは、誰にでも、いつからでも、
確実に取り入れられる最強のインプットだからだ。耳を使って情報を入れる。ただそれだけ。歩きながら、通勤しながら、掃除しながら、筋トレしながら、目も手も塞がっていても、耳さえ開いていれば学べる。こんなに効率的な学習法は他にない。私が使っているのは Amazon、Audible、プロのナレーターが朗読してくれる12万冊以上の書籍が、いつでも耳元で再生できる。実際、これを使い始めてから、思考の質が明らかに変わった。言葉の選び方、視点、アイデアの精度、すべてが一段階上にシフトした。しかも驚くべきは、努力感がないということ。本を読むのが苦手でも、ただ再生すれば勝手に情報が入ってくる。疲れていても、やる気がなくても、耳なら動かせる。これが音声学習の最大の強みだ。例えば、通勤で片道1時間かかる人がいるとする。往復で2時間。この2時間を、ただスマホで SNS を眺める時間にするか、良質な思考を浴びるインプット時間にするか、1日2時間、1週間で14時間、1ヶ月で60時間、1年で730時間、同じ時間を過ごしていても、そこに何を入れるかで、人生の角度が変わる。しかも、音声学習には副次的な効果もある。脳が学習モードになると、余計なことを考えなくなる。ネガティブな感情も入りづらくなり、思考が自動的に前向きになる。これは、ただ情報を詰め込んでいるのとは違う。脳のコンディションそのものを整えている感覚に近い。さらに、音声学習は習慣化しやすい。なぜなら、行動のハードルが極端に低いからだ。スマホにアプリを入れて、イヤホンをつけて、再生ボタンを押すだけ。この簡単さが、継続率を高める。継続すれば、間違いなく変わる。重要なのは何を聞くかではなく何を聞き続けるか。最初は興味のある本からでいい。ビジネスでも、自己啓発でも、心理学でも構わない。大事なのは、日々の空き時間を価値ある言葉で満たすという選択だ。ほとんどの人は、スマホを開けば YouTube か SNS、流れてくるのは炎上、ゴシップ、偏った意見、この情報のシャワーを毎日浴び続けて、思考が腐らないはずがない。だからこそ、音声学習に切り替えろ。情報の質が変われば、思考が変わる。思考が変われば、行動が変わる。行動が変われば、現実が動き出す。悪習慣を捨てた後の空白を放置するな。そこに何を入れるかで、成長のスピードが決まる。音声学習は、その空白を未来に変えるための最短ルートだ。私自身、音声学習を習慣化してから、この言葉は響いた。この思考は使えると思える瞬間が増えた。それが積み重なって、動画の内容も変わり、発信にも深みが出た。そして、現実も変わっていった。インプットを変えれば、未来が変わる。音声学習は、今すぐ始められる人生改造の第一歩だ。変わるのはやめた瞬間。人は何かを始めた時に変わると思っている。だが本当は、変化が始まるのはやめた瞬間だ。テレビをつけるのをやめた。酒を買うのをやめた。惰性の付き合いをやめた。意味のない努力をやめた。そのたった一つのやめるが、思考の流れを変える。思考が変われば、行動が変わる。行動が変われば、現実が動き出す。成功者は、決して時間が多いわけじゃない。特別な才能があるわけでもない。ただ、無駄を削ることに本気で向き合っているだけだ。自分の中のノイズを消せ。やることより、やらないことを決めろ。悪習慣を切り捨てろ。そして空いた時間に、価値のあるインプットを入れろ。澄んだ脳で、余計な迷いなく動けるようになる。人生の重たさは、背負ってるものが多すぎるせいかもしれない。私たちは、軽くなればなるほど、遠くまで行ける。本気で変わりたいなら、まず何かを足そうとするな。最初にやるべきは、削ることだ。悪習慣を一つやめるたびに、一つ現実が前進する。何かに依存していた自分を断ち切ったとき、初めて本当の自由が始まる。未来を変えるのは、才能でも根性でもない。余計なものを捨てる勇気だ。変わりたいと思った時が、そのタイミングだ。この瞬間から、いらないものを手放せ。現実は、やめた瞬間から動き始める。